入力規則のプルダウンを部分一致で検索できるようにして、さらにひらがなやカタカナでも検索できるようにします。こんにちは、ルイカと申します。入力規則のプルダウンから値を選択するとき、候補が多くて探すのが大変だったことはありませんでしょうか？こちらの候補は都道府県ですので50個くらいですが、場合によっては100件、1000件から探さなければならないこともあるかもしれません。そのような場合に候補を検索できると便利ですので、今回はプルダウンのリストを部分一致で検索する方法をご紹介いたします。部分一致とは、このように一部の文字を入力しただけで、その文字を含む文字も表示するキーワード検索のようなものです。さらに、漢字だけの検索だけでなく、ひらがなやカタカナでの検索もできるようにします。もし面白いと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録などしていただけますと、とても嬉しいです。今回は、フィルター関数と VBA を少し使用しますが、フィルター関数を使わなくても実現は可能です。ただフィルター関数を使った方が簡単ですので、今回はフィルター関数を使用いたします。フィルター関数を使わない方法は、また別の機会にご紹介いたしますね。では始めていきましょう。こちらの B2 セルに、検索とリストを表示するようにします。そしてその表示するリストがこちらです。都道府県の名称と、ひらがな、カタカナのリストで、表示するのは、こちらの漢字の都道府県名になります。プルダウンは入力規則で表示しますが、こちらのリストをそのまま指定しますと全部表示されてしまいますので、別の場所に B2 セルに入力した文字を含むリストを表示させ、そのリストを入力規則の元データにするようにします。その元データを表示する準備として、こちらのリストに表示するかしないかの列を追加します。このように True になっていればその行は表示、False なら表示しないになるようにします。Find 関数で文字列検索ができますので、まずは B2 セルの文字が自分の行の都道府県名に含まれているか検索してみましょう。=Find 検索文字列が B2 セルですので B2 セルを指定。この後コピーしますので、ドルマークをつけて、絶対参照にしておきます。次の対象が自分の行の都道府県名になりますので、都道府県名のセルを指定。括弧を閉じてエンターです。1が表示されましたので、これをすべての行にコピーしましょう。すべて1になりました。これは、Find 関数の第一引数、検索する文字が空文字の場合は1が返るため、すべて1になっているのです。試しに B2 セルに、山と入れてみます。バリューのエラーと一部数字が出てきました。Find 関数で山という文字を検索していますので、山形県は1文字目にあるので1、富山県は2文字目にあるので2、山の文字がない場合はバリューのエラーになっています。ということは、何らかの数字が返ってくれば指定した文字が含まれていて、それ以外は含まれないということになりますので、この Find 関数を isNumber 関数で囲って、True、False を返すようにします。isNumber 関数は、引数が数値なら True、数値以外なら False を返す関数です。isNumber、引数は今の Find 関数全部です。これを全行にコピー。これで B2 セルに入力した文字を含む都道府県の行が True、それ以外は False になりました。試しに島と入れてみましょう。福島県が該当しますので True になりました。あと下の方で島根や広島なども True になっています。では次に、どこか空いている場所にフィルター関数を使って、この True の行の都道府県名が表示されるようにします。フィルター、第一引数は絞り込む範囲ですので、都道府県名の列の先頭から最後までを指定します。第二引数は条件になりますが、ここは先ほど設定した True、False の列を先頭から最後まで指定します。こうすることで、第一引数の行の中から、第二引数が True の行だけが返されるようになります。第三引数は抽出結果がない場合に返す文字ですので、ダブルコーテーション2つで、
空文字を指定します。今は島が指定されていましたので、福島や島根などが表示されました。川を指定してみましょう。神奈川、石川、香川が表示されました。他の文字で検索しても、ちゃんと表示されていますね。存在しない文字を入れると何も表示されず、検索する文字を何もなしにすると、全部が表示されました。これで指定した文字を含むリストができましたので、次にこれを入力規則のリストに指定します。入力規則を指定するのは、先ほど検索する文字列を入力した B2 セル自身です。データタブの入力規則。入力規則の種類をリストにして、こちらの元の値にフィルター関数を入力したセルを指定します。D2 セルですので、イコール D2。そして D2 の後ろにシャープをつけることで、フィルター関数などスピルで動的に変わる範囲をすべて指定することができます。もう一つ、エラーメッセージタブの無効なデータが入力されたらのチェックを外します。部分一致で検索するので、リストにない文字も入力できる必要がありますので、このチェックを外しておきます。これでリストの指定は終わりですので、試してみましょう。文字を入力して、エンターやタブで確定。改めてプルダウンのリストを見てみますと、入力した文字を含む都道府県だけのリストになっていますね。他の文字で試しても大丈夫そうです。では最後に文字を入力したらプルダウンが表示されるようにしましょう。これは VBA を使わないと無理そうですので、ここだけ VBA を使用します。Alt と F11 で VBA の画面を表示。こちらでワークシートを選択します。セレクションチェンジイベントが表示されますが、使いたいのはチェンジイベントですので、こちらでチェンジを選択します。そして、このチェンジイベントで実行されるプログラムがこちらになります。このチェンジイベントは、どのセルで値が変更されても呼び出されますので、今回の対象の B2 セル以外の場合は終了しています。あと、リストから選択して値が変わったときは、リストを表示する必要がないので、この場合も終了しています。対象の B2 セルが、フィルター関数の D2 セルと同じということは、リストの値が選択された、とみなしています。そしてメインの処理がこの2行です。エンターやタブで別のセルに移動していますので、対象のセルを選択し直して、こちらで、プルダウンを表示しています。以前の動画でもご紹介いたしましたが、センドキーズはキーボードを押した時と同じ信号を送信する命令で、プルダウンはオルトキーを押しながら下矢印でも表示できますので、%がオルトキー、中括弧で囲まれたダウンが下矢印の文字列を指定して、プルダウンを表示しています。VBA のフォームのように、キーダウンやキープレスのイベントがあれば、入力しながらプルダウンリストを変化させることもできたかもしれませんが、ワークシートのイベントにはキーダウンなどがないようですので、チェンジイベントで値が確定した後、無理やり元のセルに選択を戻して、プルダウンリストを表示させています。では試してみましょう。いい感じですね。ちゃんと一部を入れて確定すれば候補が表示されますし、そのまま矢印キーで選択できますので、マウスに手を伸ばさなくても選択ができます。これで、部分一致での検索はできるようになりましたので、次はカナ検索を実現させてみましょう。実はこのカナ検索、結構簡単にできます。こちらの元の表の最後でも良いですが、流れ的にこれらの後が良いので、列を挿入。タイトルをつけて、そうしましたら、漢字、ひらがな、カタカナの列を区切り文字をつけて連結します。区切り文字はこれらのセルで使われていない文字なら何でも良いので、半角のセミコロンにしておきます。これで各名称がセミコロンを挟んで一つの文字列になりましたので、この表示、非表示を判定している数式の対象のセルをこちらから今のセルに変更します。これを全行にコピーすれば完成です。試してみましょう。ひらがなで
山と入力すると、山形や富山、和歌山、山口など、山がつく都道府県が表示されました。カタカナも OK ですので、岡と入れてみますと、静岡、岡山、福岡が該当しました。ちなみに、川と入力すると、石川しか表示されません。神奈川と香川は、読みが川なので、該当しないのですね。そのような場合は、読み仮名の列か、別に検索用に一列追加して、川など、該当する文字をスペース区切りなどで入力しておくと良いです。普通に考えますと、漢字、ひらがな、カタカナの列をそれぞれ検索して、となりますが、結合して一つの文字列にしてしまえば、一回の検索だけで済みます。セミコロンで区切っているのは、区切り文字がない場合、例えばこちらのセルの最後と次のセルの先頭が、たまたま検索する文字に該当することがあり得ますので、対象のセルには存在しない文字で区切ることで、それを防いでいるのです。今回は漢字と読み仮名として結合しましたが、検索のキーワードとして使うのも良さそうですね。ということで、プルダウンリストで部分一致検索と仮名検索を行う方法でした。なるべく要点のみを解説するため、実務で使う場合はした方が良いことなどは省略して解説しました。例えば今回は、フィルター関数を単純にするため、この大元の表で、表示する、しないを判定しましたが、複数シートで使うことを考えますと、判定はフィルター関数に持たせた方が良いかもしれません。この都道府県のリストも、セル範囲として使用しましたが、テーブルにすると、とても便利になります。VBA の方も、ワークシートのイベントの中にプログラムを直接書きましたが、他のワークシートでも使うことを考えますと、プログラムは標準モジュールに記述しておいた方が、保守性は高まります。実際に実務で使われるときは、そのあたりの作り込みもなさってくださいね。では最後に、今回の流れをまとめてみます。あるセルで文字を入力しますと、その文字がリストの検索する文字に含まれるか判定して、含まれる場合は true、含まれない場合は false を返すようになります。そして表示する文字と、その true、false をもとに、フィルター関数で true の行だけのリストが作成され、そのリストが最初に入力したセルの入力規則として反映されるという流れでした。そして文字が入力されたら、VBA でそのセルに選択を戻して、入力規則のプルダウンを表示させています。手数が少し多いですが、一つ一つはそれほど複雑ではありませんので、ぜひ一度、実際に試してみてくださいね。次回は、フィルター関数を使わず、複数文字でも検索できるようにいたします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなどしていただけますと、とても嬉しいです。